山と積まれたパイナップルとバナナ。南の島の賑やかな市場の風景だ。AI で80年前の色を蘇らせてみる。都太平洋戦争。南方に取り残された日本軍の島々は次々と上の島と化していった。多くの兵士が敵と戦う前に飢えと病で命を落とした。ガダルカナルはその悲惨さからガ島と呼ばれた。だがニューブリテン島のラバウル、ここだけは違った。陸海軍合わせておよそ10万の将兵、そのほとんどが終戦まで生きて迎えたのである。なぜラバウルだけが生き延びられたのか。その鍵を握る一人の将軍がいた。第8方面軍司令官今村仁志。大将、兵を生かすことに徹したその統率の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。ラバウルに展開した日本軍の将兵たち。ここは南東方面最大の拠点だった。ラバウルはニューブリテン島の北東にある港町、背後に火山を抱える天然の良港である。日本軍はここを南太平洋の一大要塞に育て上げた。集まった将兵は陸軍と海軍を合わせておよそ10万。軍属を加えれば10万を超えていた。さらに3万7千の現地住民がこの島に暮らしていた。連合軍はこの要塞を容易には落とせなかった。だがこの10万人の運命を大きく変える事態がすぐそこまで染っていた。南方の戦場を進む日本兵たち。だが戦況はすでに傾いていた。昭和18年の末から連合軍の反攻が激しさを増す。ラバウルの制空権と制海権は次第に奪われていった。そして昭和19年2月、ラバウルの航空隊はトラック島へ後退する。島は完全に孤立した。ここで連合軍は意外な手に出る。要塞をまともに攻めれば味方にも大きな損害が出る。そこでラバウルには上陸せず、周りの島だけを占領した。ラバウルを海と空で封じ込めたのである。これが飛び石作戦。10万の将兵は敵中にポツンと取り残された。本国からの補給はもう届かない。待っているのは他の島々と同じ上の運命のはずだった。今村仁志、陸軍大将。このラバウルを預かる第8方面軍司令官だ。宮城県仙台の出身。陸軍大学校を首席で卒業した秀才である。だが今村が他の将軍と違ったのはその人柄だった。前の任地ジャワ島では独立運動の指導者を脳から解放した。現地の人々に学校を建て寛容な統治を怒った。部下が強圧的な支配を求めても今村は跳ねつけている。そんな今村がラバウルに着任したのは昭和17年11月。彼はある一つの方針を固く心に決めていた。それは当時の日本軍の常識とは正反対のものだった。無駄に死なせない。兵を生かす。玉砕でも自決でもなく生きて任務を全うさせる。孤立した10万人を今村はこの信念でひといていく。馬を引いて畑を耕す一人の兵士。その手にあるのは銃ではなく核だ。補給が断たれた以上、食料は自分たちで作るしかない。今村が出した命令は明快だった。自活せよ。食う分は自分たちの手で生み出せ。10万の将兵が銃を桑に持ち替えた。今村自身も率先して畑に立ったという。ジャングルを切り開き、岩を溶け、土を起こす。割り当ては一人当たり主食用に60坪、野菜用に15坪。
こうして開かれた農地は合わせて2500兆円、東京ドーム500個分を超える広大な畑となった。軍隊が巨大な農業集団へと姿を変えていったのである。綺麗に区切られた野菜畑。ここはもともと深いジャングルだった。将兵たちはありとあらゆるものを育てた。主食には陸豆、甘蔗、タピオカ、タロイモ、そして豆、トウモロコシ、各種の野菜。熱帯の気候は作物をよく育てた。苦労の末、食料の自給率は 50% を超える。孤立した島で、これは驚くべき数字だった。畑だけではない。将兵たちは鶏を飼い、豚を育てた。貴重なタンパク源面である。南の島にまるで一つの農村が生まれていく。ある参謀はこう振り返っている。補給が止まったラバウルはまるで小さな独立国のようだったと。ショービーと現地住民で賑わう市場。差し出されているのはパイナップルとバナナだ。ラバウルには開戦の時37000の現地住民が暮らしていた。日本軍は彼らとの関係づくりに力を入れた。ショービーたちは市場を開き、住民から果物や野菜を買った。現地の人々の協力なしに10万人は揃えなかったのである。中にはこんな兵士もいた。絵の得意な男が住民の似顔絵を描いてやる。そのお礼にバナナや芋をもらうのだ。食うに困らず、その兵はふくよかに太っていた。物々交換と助け合いが孤島の暮らしを支えていた。地にまみれて黙々と働く将兵たち。ラバウルでは食料以外も自分たちで賄った。塩は海水用に詰めて取った。ヤシの実からは油を絞る。火をつけるマッチも自分たちで作った。バッテリー液の硫酸、字を書くインク、着る布、味噌も醤油も手作りである。驚くべきは火薬だ。カゾン噴気孔から硫黄を集め、終戦までに4トンもの火薬を製造した。国内より物資が豊富だという者さえいた。何もない孤島で彼らはほとんど何でも作り出したのである。ラバウルを守り抜いた無数の将兵。彼らがこの島の地下に残したものは桁外れだった。連日の空襲から身を守るため、彼らは地の底へ潜った。掘って掘って掘り続けたトンネル。その総延長は東京から岐阜に達するほど、実に600キロ近くにも及んだという。トナンデイと呼ばれた地下司令部は1000人を収容できた。地下の病院は15カ所。合わせて5500人の患者を受け入れられた。爆弾も届かない地の底の大要塞。10万人はこの穴蔵で生き抜いたのである。秘技を背に家族と肩を並べる一人の若者。左端、軍服にメガネの二等兵が村茂だ。後にゲゲゲの鬼太郎を生む漫画家、水木しげる。これは出征を前に家族と撮った一枚だという。その水木もまたこのラバウルにいた。昭和18年、21歳で召集される。配属されたのは歩兵第229連隊。門司港を出てパラオを経てニューブリテン島へ送られた。しかし軍隊は水木にとって地獄だった。鳥取の出身で周りの茨城弁が聞き取れない。返事が遅れるたびに上官から殴られる。毎日。のんびりした性格も災いし、彼は古参兵の標的になった。そして昭和19年、運命の日が訪れる。アメリカ軍の空襲が水木のいた部隊を襲った。爆撃で水木は左腕に重傷を負う。血液型を覚えておらず輸血もできない。麻酔さえないまま彼は左腕を切断された。利き腕ではなかったとはいえ、絵を志す若者から片腕が奪われた。さらにマラリアまで圧傷し、ナマレの野戦病院で生死の境をさまよう。それでも水木はこの島で死ななかった。彼を生かしたのはある出会いだった。
再び今村仁志大将前線を視察して回るその途中のことだった。野戦病院で回復した水木は現地の渡来族と親しくなる。タバコを渡し絵を描いてやり心を通わせた。そのお礼にもらうのはバナナや芋。片腕を失っても水木はたくましく生きていた。そんなある日、前線を視察した今村は一人の太った兵士に目を留める。なぜこの兵はこんなに太っているのか。そう尋ねた今村にこう答えが返った。現地の人の絵を描く代わりに食べ物をもらっております。それを聞いた今村は満足そうに笑みを浮かべたという。この兵士こそ水木しげるだったとも伝えられる。後年水木は今村をこう評している。これまでアリスと人の中で一番温かさを感じた人だったと。兵を生かす今村の心は一人の若者の命をもつないでいた。暗号を囲み食事をとる将兵たち。その表情は決して明るいばかりではない。自活が成功したとはいえ、ラバウルは楽園ではなかった。連日の開墾と鎮地構築は過酷な重労働である。それでいて口に入る食事は乏しい。日本兵の摂取カロリーは1日1500キロカロリー以下、3000キロカロリーを超えるアメリカ兵の半分にも満たない。栄養失調が将兵を蝕んでいく。そして熱帯の島に蔓延したのがマラリアだった。多くの兵が敵の弾ではなく病で命を落としていった。生きるための戦いは終戦の日まで続いたのである。鉢巻きを締め訓練に励む若者たち。台湾の先住民高砂族の青年たちだ。ラバウルや南方の戦場にいたのは日本人だけではない。植民地だった台湾や朝鮮からも多くの人々が動員された。とりわけ台湾の高砂義勇隊はジャングルでの食料調達や運搬に力を発揮した。慣れない南方の戦場で彼らもまた命を落としていった。ラバウルの10万人を支えた裏にはこうした様々な出自の人々の労苦があったことを忘れてはならない。空母の甲板で書類にペンを走らせる一人の男。第8方面軍師霊官今村仁志。その人である。昭和20年8月15日、日本はポツダム宣言を受け入れ降伏した。ラバウルの10万人はついに玉砕することなくその日を迎えた。そして9月6日、ラバウル沖にイギリスの空母グローリーが停泊する。その飛行甲板の上で今村は降伏文書に指名した。降伏を受けたのはオーストラリア軍のスターディ中将、ニューブリテン、ニューアイルランド、ソロモン。広大な地域の日本軍の報復を今村は一身に背負った。司令官として最後まで部下を投げ出さなかった。戦いは終わった。だが今村仁志の真価が問われるのはここからだった。報復の後も変わらず嗅がされた畑。ラバウルの将兵は銃を置いても桑は手放さなかった。降伏しても10万人は住むには帰れなかった。武装を解除された彼らは降伏した将兵としてガゼル半島の一帯に集められ福音の日を待つことになる。ただし鉄条網に閉じ込められたわけではない。彼らは部隊の組織を保ったまま自分たちで集結地を運営した。連合軍にとって10万人をよろぬのは大きな負担である。そこで日本軍が悔いてきた自給自足をそのまま続けさせた。皮肉にも戦争中に鍛えた開墾の力が降伏した後の彼ら自身を宿ったのである。銃を置いた将兵は再び顔を取り畑を耕しながらただ静かに帰国の日を待ち続けた。トラックの荷台に乗りラバウルを後にする将兵たち。その顔にはようやく安堵の色が浮かんでいる。昭和21年2月、ついに復員開始の知らせが届いた。ところが多くの兵はそれをすぐには信じなかった。生きて日本へ帰れるなど
何かの間違いではないかと。玉砕を当然とした当時の常識では、生きて帰ることの方がむしろ信じがたかったのである。だが知らせは本物だった。迎えの船が次々とラバウルに入り、将兵を故郷へと運んでいく。サイパン、ペリリュー、あまたの島々で無数の兵が玉砕し、飢えて死んだ。その南方にあって、ラバウルの10万人はほぼ全員が生きて日本の土を踏んだ。片腕を失った水木しげるも昭和21年、駆逐艦雪風で帰国する。玉砕でも餓死でもなく生きて帰らる。それを成し遂げた希有な戦場がラバウルだったのである。戦犯として裁かれることになった今村仁志。その身の処し方は敵さえも驚かせた。昭和22年、オーストラリアの軍事裁判で今村は監禁10年の判決を受けた。別のオランダの裁判では無罪も言い渡されている。服役の場所は本来なら東京の巣鴨拘置所、内地の監獄で刑に服すはずだった。だが今村は自ら願い出る。かつての部下たちが服役している南方のマヌス島、そこへ自分も送ってほしいと。司令官だけが内地で託をすることはできない。最後まで部下と苦楽を共にする。この願いを聞いた連合軍最高司令官マッカーサーは、武士道にさうれる思いだとしてその場で許可したという。今村は再び南の島へ渡り、元部下たちと同じ獄舎で刑に服した。再び今村仁志。刑期を終えた後のその後半生もまた静かなものだった。昭和29年、今村はすべての刑期を終え血ずもくする。世間は元大将を温かく迎えようとした。だが今村はそれを良しとしなかった。自宅の庭の片隅に3畳ほどの小さな小屋を建てる。謹慎のための小屋だった。今村はそこにこもり、軍人恩給だけでひっそりと暮らした。回想録を書いたが、その印税はすべて戦死した部下や軽視した者の遺族へと送り続けた。愛読したのは聖書と親鸞の歎異抄。戦争で多くの部下を死なせた責任を今村は生涯背負い続けたのである。昭和43年、今村仁志逝去。82年の生涯だった。兵を生かすことに徹し、自らにはどこまでも厳しかった一人の将軍。その姿は今もラバウルの10万人と共に語り継がれている。軍服にメガネの若き日の村茂。隣に立つのは彼の父だという。左腕を失ったこの若者はそれでも生きて故郷に帰った。だが戦後の道のりも平坦ではなかった。片腕で水木は職を転々とする。紙芝居を描き、貸本漫画を描いて食いつないだ。長い下積みの末生み出したのがゲゲゲの鬼太郎。水木しげるは日本を代表する漫画家となった。それでも彼はラバウルを忘れなかった。昭和46年、水木は26年ぶりにあの島を訪ぜる。そして自分を助けてくれたトライ族の人々と再会を果たした。彼らとの友情はその後も生涯続いたという。水木はまた戦争の無謀さを描き続けた。総員玉砕せよ。自らの体験をもとにしたこの作品で、無謀な戦いで死んでいった戦友たちを世に残した。平成27年、水木しげる死去。享年93。死んでいった戦友たちの分まで彼は長く生きたのである。ラバウル、南太平洋に築かれた日本軍の大要塞。だがこの島の本当の戦いは敵とのものではなかった。飢えと病と孤立との戦いだった。補給を断たれた10万の将兵に今村仁志は命じた。自活せよ、生きて任務を全うせよと玉砕を禁じ、全将兵が格を取った。2500丁を開墾し、自給率は 50% を超えた。塩もヤシ油も火薬さえも自分たちで作った。現地の人々と交易し食料を賄った。
何もない孤島で彼らは生きる手立てを突き上げた。それは軍隊というより一つの独立国だった。この島には若き日の水木しげるもいた。片腕を失いながら絵を描いてたくましく生きた。その彼を今村は笑って見守った。兵を生かす心は一人の若者の命をもつないだ。終戦後、今村は部下のいるマヌス島での服役を自ら願い出た。司令官だけが楽をすることはできない。苦楽を共にするその姿勢を最後まで貫いた。連合軍さえ武士道に触れる思いだとうならせた。飛び石作戦の幸運も重なり、ラバウルの10万人はほぼ全員が生きて帰った。南方の島々が上の島と化す中で、これは本当に稀有なことだった。カラーで蘇った写真の中で、彼らは確かにそこにいた。飢えと戦いながら、それでも生きようとした人々。兵を生かすことに徹した一人の将軍がいたことを、私たち日本人は忘れてはいけない。あなたはラバウルの10万人の物語をどう感じただろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に一つお願いがあります。このチャンネルの視聴者はその 75% 以上が50代以上です。一方で20代はわずか 2.5% しかいません。こうした日本の歴史を特に若い世代に届けたいと願っています。もし X などの SNS をお使いなら、この動画の拡散をお願いします。画面右下の共有ボタンからすぐに共有できます。あなたの一つの共有が歴史を次の世代へつなぐ力になります。そしてこの動画を気に入っていただけたら、高評価チャンネル登録で応援をお願いします。